第一次世界大戦中、英国陸軍の総司令官として最も物議を醸した人物、それがダグラス・ヘイグ元帥です。ヘイグの軍事戦略は、多くの兵士の命を犠牲にしたとして厳しい批判にさらされてきました。しかし、その評価は時代とともに変化し、今日では再評価の動きも見られます。ヘイグの生涯と彼が指揮した戦闘、そして彼の残した影響について、詳しく見ていきましょう。ダグラス・ヘイグは1861年、スコットランドの裕福な家庭に生まれました。幼少期から軍人になることを夢見ていたヘイグは、名門サンドハースト陸軍士官学校を卒業後、騎兵隊に配属されました。彼の軍歴は順調に進み、ボーア戦争では参謀として活躍し、その後も昇進を重ねていきます。第一次世界大戦が勃発した1914年、ヘイグは第一軍団長として大陸に派遣されました。当初、英国遠征軍の総司令官はジョン・フレンチでしたが、1915年末にヘイグがその座を引き継ぎます。ヘイグが総司令官に就任した時期は、西部戦線が膠着状態に陥っていた時でした。ヘイグの戦略は、敵陣地への大規模な正面攻撃を繰り返すというものでした。彼は、十分な砲撃の後に大量の歩兵を投入すれば、敵の防御線を突破できると考えていたのです。しかし、この戦術は多くの場合、膨大な犠牲者を出すだけで、大きな戦果を上げることができませんでした。1916年7月から11月にかけて行われたソンムの戦いは、ヘイグの指揮下で行われた最も悲惨な戦闘の一つです。この戦いでイギリス軍は約42万人の死傷者を出しましたが、獲得した領土はわずかでした。ソンムの戦いは、ヘイグの戦略の問題点を如実に示すものとなりました。翌1917年、ヘイグはパスチェンデールの戦いを指揮しました。この戦いも多大な犠牲を払いながら、戦略的にはほとんど意味のない結果に終わりました。丁寧と化した戦場で、数十万の兵士が命を落としたのです。これらの戦いでの大量の犠牲者は、ヘイグに、肉引きというあだ名をつけさせることになりました。しかし、1918年になると戦況が変化します。ドイツ軍の春季攻勢を何とか食い止めた後、ヘイグは連合国軍の反攻を指揮しました。この時期、ヘイグは戦車や航空機などの新兵器を効果的に活用し、より柔軟な戦術を採用しました。その結果、連合国軍は勝利への道を開くことができたのです。戦後、ヘイグは英雄として迎えられ、伯爵の爵位を授与されました。しかし、やがて彼の戦時中の指揮に対する批判が高まっていきます。多くの人々が、彼の戦略が不必要に多くの命を犠牲にしたと非難したのです。特に、1920年代から30年代にかけて出版された回顧録や歴史書の多くが、ヘイグを厳しく批判しました。一方で、ヘイグは退役後、傷痍軍人や退役軍人のための福祉活動に尽力しました。彼は、退役軍人の雇用促進や住宅供給、医療支援などに取り組み、多くの元兵士たちから感謝されました。この活動は、ヘイグの評価を幾分か改善することにつながりました。ヘイグは1928年に他界しましたが、彼の評価をめぐる議論は今日まで続いています。近年の歴史家の中には、ヘイグの功績を再評価する動きも見られます。彼らは、当時の技術的制約や政治的圧力の中で、ヘイグが可能な限りの努力をしたと主張しています。また、1918年の勝利における彼の役割を評価する声も増えています。確かに、戦争後半のヘイグは、より効果的な戦術を採用し、最終的な勝利に貢献したと言えるでしょう。しかし、それでも彼の初期の戦略が多くの命を犠牲にしたことは否定できません。ヘイグの評価を難しくしているのは、第一次世界大戦という未曾有の総力戦の性質です。それまでの戦争とは全く異なる規模と性質の戦争に、軍の指導者たちは適応しなければなりませんでした。その中で、ヘイグのような伝統的な軍人が、どこまで柔軟に対応できたかが問われているのです。また、ヘイグの個人的な性格も、彼の評価に影響を与えています。彼は頑固で自信家だったと言われており、時に部下や政治家との関係に圧力を生じさせました。この性格が、彼の戦略の硬直性につながったという見方もあります。一方で、ヘイグの日記や指針を分析すると、彼が兵士たちの犠牲に深く心を痛めていたことがわかります。彼は公の場では強い意志を示さなければならないと考え、内面の苦悩を隠していたのかもしれません。ヘイグの評価は、第一次世界大戦全体の捉え方とも密接に関連しています。この戦争を無意味な殺戮と見るか、それとも民主主義を守るための必要な犠牲と見るかによって、ヘイグへの評価も変わってくるでしょう。現代の軍事戦略にも、ヘイグの遺産は影響を与えています。彼の経験から、柔軟な戦術の重要性や、新技術の効果的な活用の必要性が学ばれました。また、
軍の指導者と政治家との関係のあり方についても多くの教訓を残しています。ヘイグの生涯は軍人としての責任の重さを私たちに考えさせます。彼は自らの信念に基づいて行動しましたが、その結果として多くの命が失われました。しかし同時に、彼なしには戦争の勝利はなかったかもしれません。この矛盾こそが、ヘイグという人物の複雑さを物語っているのです。今日、第一次世界大戦の戦場の多くは記念公園となっています。そこを訪れる人々は、ヘイグの決定によって命を落とした兵士たちのことを思い、戦争の悲惨さを改めて感じることでしょう。同時に、彼らの犠牲が今日の平和な欧州を築く礎となったことも忘れてはいけません。ダグラス・ヘイグの評価は、これからも議論され続けるでしょう。彼は英雄だったのか、それとも無能な指揮官だったのか。その答えは、おそらく両極端の間のどこかにあるのでしょう。ヘイグの生涯は、戦争の複雑さと、それを指揮する者の重責を私たちに教えてくれています。